究極レインボー塗ってみた。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画はこちら、究極レインボーという塗料を試していきます。名前の通り見ての通りの虹色に輝くホログラムのような塗膜が得られる塗料となっています。そしてこちらの塗料、お値段なんと4180円、税込み。これ1個でラーメン4杯食べられますよ。最近のラーメンも高いんでね。そしてね、希釈済みということで難しい調整はいらない反面、目に見えてるこれだけの量、これが塗れる塗料の量となっております。今回こちらギリギリ合法のルートで手に入れ、嘘です。視聴者様よりいただきました。ネタの提供ありがとうございます。そしてこちらの塗料、ショーアップというところから出ています。ショーアップの製品といえばこちらの研磨剤をよく使わせてもらってます。ショーアップは他にもテラテラのクロームメッキの塗料とか出してて、こちらも気になりますね。そして今回はこちらの究極レインボーを使ってこのペインティングモデルのハロプラをレインボーに塗ってみようといった内容になっております。今回はただこちらの塗料を塗っていくだけなので、いつもみたいな動画の全体の流れとしてはっていう目次はなくていいかもしれないですけど、やると動画が閉まるんでね、一応やっておきますか。それでは動画の全体の流れとしては、究極レインボーの説明と使用方法、ハロプラ組み立て、ハロプラを使っての塗装実演、ライティング、照明を変えてみての見え方の確認、まとめ、このような感じでいきます。そして今回のこの塗料、究極レインボーの下地は光沢ブラックがおすすめですよってなってるんですよ。なので普段からよく使うガイアノーツの EX ブラック光沢と、ちょっと使ってみたくて新しく購入しましたミスターカラーの WGX、 こちらも使って2種類の黒光沢の下地で試してみようと思います。こちらの読み方 GGX じゃなくて WGX が正式みたいです。ちなみにこちらの WGX はつるっとした光沢を作れますよっていうのを売りにしてる塗料となっております。なのでこちらの2種類のブラックの違い、さらにその上に究極レインボーを塗った時にどのような違いが出るのかっていうのも皆さんと一緒に確認していけたらなと思っております。それでは早速作業の方取り掛かっていきましょう。はい、まずは究極レインボーについて説明するんですけど、特に塗料なんでそんな細かい説明はなく、ちょっとボトルとか軽く見てみましょうか。はい、こちらデュエルマスターズのレアカードみたいに究極レインボー虹色の四角の中に書かれております。この塗料瓶ラベルだけでめちゃめちゃかっこいいですね。そしてここにマイボトルってあるんですけど、これは塗料瓶のサイズのことを言ってまして、一応こちら 50g の瓶のサイズなんですけど、他に 15ml のやつ、 180g のやつ、 900g のやつ、 3.6kg のやつっていう風にいろんなサイズで展開されております。こちらプラモデルだけじゃなくてもバイクとか車とか大型なものにも塗るような展開をしている商品となっているみたいですね。そして会社はショーアップさん。表面仕上げにしたい人とか光沢鏡の人は結構お世話になるところです。そして価格は購入するところにもよるんでしょうけど、驚異の4180円。えぐすぎ。いやー、こんな高級塗料使っちゃっていいんですかね。改めてありがとうございます。そして塗料ということでラッカー系とか水性系とか、その辺の成分なんですけど、ちょっと調べてもよく分かりませんでした。溶剤になんかこう粗めの顔料が溶けているのかなっていう、そんな感じになっております。塗料の侵食性とかはよくわからないですが、今回はラッカーを下地に使ってこちらの究極レインボー吹いていこうと思います。説明はこの辺にしておいて、早速ハロプラの方組み立てていきましょう。はい、こちらが今回使用するハロプラ、ガンダムベース限定のハロプラペインティングモデルのものです。こちらブックオフかなんかで定価1100円のところを550円で購入できました。嬉しい。早くみんな塗料の方見たいと思うので、こちらの組み立ての方はもうサクサクっとやっていきます。パチンパチン。完成。一応タッチゲートっていうニッパーを使わなくても手でもぎ取れるランナーになってて、プラモデル入門編としても非常に作りやすいキットとなっております。一応いつものように回転台座で回しておきましょう。このように一つ一つのパネルが大きいので、
塗装の練習とかするにはもってこいのキットとなっております。そして今回はもちろんこちらの白いパネルを究極レインボーで塗っていきますよ。とりあえずニッパーでざっくり切って組み立てただけなので、ちょっとゲート跡が残ってます。こちらを処理してから塗装工程に参りましょう。はい、ヤスリがけをして塗装のエリアにやってきました。そして内部フレームみたいなパーツと外装でもうそれぞれ分けちゃいました。それでは早速究極レインボーを使っていきたいところなんですが、先ほども言った通り、まずは下地を光沢のブラックに仕上げます。もちろんそのまま究極レインボーを吹くこともできるんですが、下地をブラックにしておくことによってより虹色が際立つとのことです。そして使用するブラックですが、いつも使うこちらの EX ブラック光沢に加えて、今回はこちらのミスターカラーの WGX も使ってみたいと思います。今回これいっぱい使いたいんで、こちらの背面のパネルだけガイアノーツの EX ブラックを塗って、それ以外はこちらの WGX で下地を塗っていきます。そしてこちらの WGX のブラック、今後も結構な頻度で使うことが予想されますので、こちらのボトルに希釈して入れておきます。そしてこちらの WGX なんですけど、性能を最大限に引き出すためには専用の薄め液を使ってくださいということなので、こちらのね WGX 用の薄め液を使っていきます。そして希釈比率の目安なんですけど、1対1でもいいみたいなんですけど、MAX1.25 とか書いてあるので、まあ間を取って1対 1.1 とかにして薄めておこうかなと思います。なので WGX の容量が 60ml なので、薄め液は 66ml 入れます。まずは WGX を、やばい、ちょっとこぼしちゃった。ドロッパーボトルに入れます。そして薄め液を WGX が入っていた塗料ボトルにちょっとずつ注いでいって、ドロッパーボトルに移していきます。はい、ということで合計 126ml の希釈済み WGX ブラックの塗料完成です。今後はこちらを使っていきます。はい、それではまず下地のブラックを塗っていきます。まずはこちらガイアノーツの EX ブラック光沢を塗ってみます。こちらのハロの背面のパーツだけガイアノーツの EX ブラックで仕上げます。仕上げるというか、下地を作ります。はい、こんな感じで乾いた時に光沢が出るようにちょっとウェットな感じで多めに塗料を拭いておきました。こちら一旦乾燥させていきます。はい、続いて一旦塗料カップの方を洗浄しまして、ここからは塗料を変えまして WGX のブラック、こちらを使って下地を塗っていきます。それでは WGX 塗っていきます。はい、塗ってみるとこんな感じ。この段階ではまあ先ほどの EX ブラックとあまり変わらないですね。それではこの夢の国のあれのような手も塗っておきます。はい、下地のブラック塗り完了です。しばらく放置させて乾燥させていきましょう。はい、そして乾燥を待っている間にこちらのパーツを塗装しておきましょう。使用塗料はこちら。ちょっと特殊な入手経路なのでラベルが貼ってないんですけど、アニプラカフェ工房ザクさんの関節腹黒ブラック P メタリックです。ちなみにこちらは関節腹黒と書いて内部フレームのことだそうです。なんと大阪の模型界でおなじみのアニプラカフェ工房から塗料が出てたんですね。ザクさん恐るべし。ちなみに製造元と販売元は、製造元が私のよく使っているこの辺の塗料を出しているガイアカラーでおなじみのなんとガイアノーツさん。しかも販売元もオモロイドでおなじみのリープロさんですよ。なんなんだこのアニプラカフェのザクさんって。
それはさておき、内部フレームを腹黒に塗っていきましょう。そして普通のハロだったらこの辺の内側のパーツは確か赤色だったと思うんですけど、今回の主役はあくまでこちらの究極レインボー、これを目立たせていきたいので、赤色だと目立ちすぎちゃうかなと思うので、これ全部腹黒で塗っていきます。はい、塗ってみるとこんな感じ。この塗料めちゃめちゃいいぞ。私がいつも使ってるガイアノーツのサーフェイサーエボガンメタにブラックを少し混ぜたやつっていうのをいつもよく使ってるんですけど、それと近いような感じですね。瓶が結構暗い色だったので本当にブラックになるのかなって思ったら、意外や意外ちょうどいいガンメタになってくれました。結構使うことになるかもしれませんね。その度にアニプラさんの宣伝させていただきます。塗料いっぱい希釈しちゃったんで、こちらの台座もガンメタじゃないや、腹黒なんだっけアニプラカフェ工房ザクさんの関節腹黒ブラック P メタリックで塗ってみましょうか。はい、一丁上がり。はい、結局日をまたぎまして丸1日ぐらい自然乾燥させた感じです。こちらのガイアノーツ EX ブラックと WGX のブラック、究極レインボーを塗る前に表面の光沢具合に違いがあるのかちょっと確認してみましょう。左に持っている方が WGX のブラックで、右手に持っている方がガイアノーツの EX ブラックです。どうでしょう。ちょっとカメラ越しだと非常に分かりにくいんですけど、左手に持っている WGX ブラックの方が反射で見えてる LED の粒が若干細かく見えます。肉眼で見るとね、こちらの WGX ブラックの方がめっちゃつるっとしてるなっていうの分かるんですけど、ちょっとカメラ越しだと分かりにくいですね。でもキャンディー塗装とかやっててよりつるっとした鏡面光沢を求めたい方であれば、こちらの WGX ブラック、これをね下地に使うといいんじゃないかなと思います。ちなみに別パーツなんですけど、こちらも WGX のブラック塗ったやつなんですけど、なんかこれはめちゃめちゃ綺麗に塗れましたね。もうなんかこの反射で見えてる LED の粒の細かさとか、これがねめちゃめちゃくっきり見えるような気がします。左のこっちがEX ブラックのやつですね。はい、こう見るとねかなり違いますよね。やっぱり WGX いいかもしれないです。先ほどのちょっとハロの顔は私の塗り方がちょっと下手くそだったかもしれないですね。今後とも精進してまいります。はい、皆さん長らくお待たせいたしました。究極レインボー塗っていきます。ちなみにエアブラシの圧力なんですけど、ちょっと弱めにして拭くといいということなので 0.08 メガパスカルぐらいの圧力で拭いていきます。希釈済みなんでね、そのままカップに入れますよ。500円ぐらい入れたか。ちょっとこぼしちゃった。ちょっと爪にでも塗っておきますかね。はい、それでは塗っていきましょう。ちょっと色ムラが出ると嫌なので、こちらのハロの大部分のパーツは組み立ててこれで塗っていきます。薄く何回か重ねるといいということだったので、とりあえず1層目塗ってみるとこんな感じ。やばくないですかこれめっちゃテンション上がる。なんか小学生の時に遊戯王買ってパラレレアが出た時ぐらいの感動がありますよ。いいぞこれ。ちょっと他のパーツもとりあえず1回目塗っていきます。足のパーツ、はい、気持ち程度の5分放置させて乾燥しました。でもすぐに乾きそうなさらっとした溶剤だったので、そんなに乾燥時間取らなくてもいいかもしれないですね。それでは2層目塗っていきましょう。
はい、2層目塗ってみるとこんな感じ。先ほどよりも暗みがなくなってきてシルバーっぽい感じが強くなりましたね。あとは光に当てた時の虹色が強化されたような感じもします。耳はこんな感じ。耳のこの辺りがちょっと乾燥が甘かったのか、若干なんか塗料がよれているんで、やっぱりもう少し乾燥時間取った方がいいかもしれないですね。あとは圧力強めに吹くと金属粒子がね流れて変な風になっちゃうんで、もうちょっと圧力弱めに吹いてもいいかもしれないですね。 0.05 メガパスカルぐらい。もう少し乾燥時間を置くのと、もうちょっと圧力弱めにして吹いていきます。はい、ちなみに究極レインボー1層2層の発色の違いはこんな感じ。左が1層塗りで右が2層塗ったものです。右の方が白みが強いですが、左の1層塗りの方もなんか悪くないですね。これはこれでちょっと暗いけど虹色に輝かせたいっていう時は1層ふわっと効かせるっていうのもありかもしれないです。はい、10分程度放置させましたので3層目塗っていきましょう。はい、3層目塗ってみるとこんな感じ。ほぼほぼ変わらないんですけど、さっきこの辺にあった塗料のよれみたいなのを一応カバーできたんじゃないかなといった感じですね。ごめんなさい。はい、比較できる足のパーツ。右が今3層塗った方です。どうでしょう。まあそんなにもう変わらないかもしれないですね。結構私が厚塗りだったんですかね。割ともう究極レインボーで塗れていったのかなっていう感じですね。はい、とりあえず全部3層塗ってみました。こうやって遠目に見てもすごいですね。上の照明に反応して綺麗なレインボーになってます。ただこうやって見るとね、ちょっとなんかまだ黒っぽいんじゃないかなっていう感じなんですよね。ただこのようにですね、光の下に持ってくと結構シルバーっぽく見える、そんな感じですね。とりあえず次の4層でストップにしておきます。はい、それではラスト4層目塗っていきます。はい、塗ってみるとこんな感じ。だいぶ綺麗に塗れたんじゃないですかね。そして下地の EX ブラックと WGX ブラックの違いなんですけど、こちらの表の顔しかないか、裏の顔は見えないですからね。人間もロボットも。表面の方が反射してる LED の粒がね、こうちょっと細かい。で、裏のガイアノーツの EX ブラックの方が LED の粒がつながって一本に見えるような感じがありますね。心なしか表の顔の表の方が綺麗な虹色をしてるような風にも見えます。私だけかもしれないですけど。では他のパーツたちも究極レインボー4層目塗っていきます。はい、ということで究極レインボー4層の塗装完了です。余った塗料はもったいないので戻しておきます。この貧乏症なんでね、最後の一滴まで余すことなく戻します。でもそれでもあんまり減ってないですね。ただ金額に換算するとおそらく7、800円ぐらいは使ったんじゃないかなという感じです。はい、そして最後にトップコートを拭いていきます。使用するのはボーンペイントさんのフィニッシュクリアです。こちらも究極レインボーと合わせていただきました。本当にありがとうございます。こちらは希釈済みの無色透明な塗料なんですけど、低侵食な特性があるらしいので、メッキ調塗料のトップコートに適しているようです。実際に使ってみましょう。いきなり貼る本体にやるの怖いので、先に足のパーツのこれからトップコートやりましょう。
まずはとりあえず砂拭きでさっとトップコートします。はい、一旦これぐらいにとどめておいて少し待ちます。そして再度吹きかけてウェッティな表面にして、この通り一回他のパーツも塗って乾いてから確認してみましょう。はい、それでは本命の顔のパーツ、まずは軽くホコリを吹き飛ばしまして、一旦砂拭き、そして 1,2 分放置します。はい、そして 1,2 分放置しましたので、次は表面がぬるテカなウェッティになるように吹きつけていきます。はい、塗ってみるとこんな感じ。非常に美しい。はい、そしてなんやかんやしてる間に初めに塗ったトップコートが乾いたんですけど、はい、表面非常に綺麗ですね。場合によってはトップコート2度拭きしようかなって思ったんですけど、一層塗りでもかなりぬるテカな感じになったので乾燥させていきましょう。はい、それと先日塗りましたアニプラカフェ工房のザクさんの関節腹黒ブラックピーメタリックなんですけど、結構ね光沢感のあるつるっとした感じなので、あんまり見える部分ではないんですけど、こちらの究極レインボーと対比させて、こちらは艶消しでちょっと艶感を落としておきましょう。はい、もうこちらの缶スプレーでさっと仕上げておきます。はい、さっきのトップコートの工程から約1日が経過しました。はい、この辺の目立たなそうなところ触ってみて乾いてそうだったので、早速組み立てていきましょう。はい、それではいつもの作業スペースに戻ってきまして、組み立てていきましょう。そして今部屋の明かりしかつけてないんですけど、ライティングによっても光り方結構変わるんで、それもちょっと見てみましょう。まずはカメラについてるライト、ポチッ。次にリングライト、ポチッ。次にデスクライトっていうんですかね、机にあるライト、ポチッ。はい、バチバチに光を当てるとこんな感じですね。照明をめっちゃ焚くとちょっとこう白っぽいというかシルバーっぽい感じにも見えますね。ただ照明を消した状態、これ今カメラのちっちゃいポツンとしたライトだけなんですけど、これはこれでなんかこの虹色の波紋がより際立って、これもなかなかいいですね。とりあえずライティングバチバチに焚いて組み立てをやっていきましょう。まずはこちらの広角を取って、傷ついてないか大丈夫でした。はい、腹黒ブラックで塗った内部フレームを装着していきます。内部フレーム結構細かいんですけど、ハロの顔をつけたら目しか見えなくなっちゃいますね。つかない。なんとかはまりました。そしてお耳のパーツを戻しまして、はい、背中のパーツをはめ込んでいきます。そしてサイドのこちらのちっちゃいパーツも取り付けまして、そして頭頂部の手のひらと足に当たる部分のパーツをつけたら、究極レインボー塗装のハロの完成です。すごいなこれ。ちょっと綺麗すぎて取り扱いが怖い。一旦いつもの回転台座で回してみましょう。当ててる光は部屋の照明とリングライトです。なんかリングライトが変に歪んでるのは、回転台座が鏡になってて変に反射しててちょっと割れてるみたいになっちゃってます。それにしてもどうでしょう、この輝き。たまにドブ川とかで見るあの油みたいなレインボーな感じでめっちゃ綺麗ですね。そしてこのリングライト、色味を変更できるのでパチパチと色を変更してみましょう。どうでしょう、皆さんどの色がお好きですか？そして太陽光の下で見るとまた違った輝きというか、めちゃめちゃ輝くみたいなんで、ちょっと外で撮影してみましょうか。プラぼっち研究所。はい、ということでね、野外にやってきました。初めての外配信じゃないや、動画でちょっと外で喋るの緊張してるんですが、
早速このバチバチの日光が照りつく中でハロプラ見てみましょうか。それではハロプラまで3、2、1。召喚。確かになんか虹色の波紋がいっぱい出てきますね。あっちでなんかサッカーの試合やってますね。サッカーじゃない、どっちフリスビーやってますね。それはさておき、ちなみに日光を遮るとこんな感じ、もう石像みたいな感じなんですけど、これを日光に当てるとこのように非常に綺麗な虹色に輝くんですね。はい、これがやりたかっただけなんで帰りましょうか。寒いですしね。はい、帰宅しました。せっかくね、自転車使って結構遠いところの河原まで撮影しに行ったんですけど、あまりにも寒かったんでね、ちょっとすぐに戻ってきちゃいました。しかも不慮の事故までしちゃってね。大した怪我じゃないんですけど、あんまり YouTube 流血とか血を見せるの良くないと思ったんでね、一応隠しておきます。そして野外で見た究極レインボーいかがでしたでしょうか。やっぱりね、太陽ってこうちっちゃい点でビカーって光るんで、かなりいい感じの波紋が見えたんじゃないかなと思います。ただこうやって家に帰ってきて見てみても結構同じぐらい綺麗ですね。はい、それはさておきね、今回はこちらの究極レインボーを使ってみようよっていう動画でした。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。特にまとめるような内容もないですけど、別にそんなに散らかってないんでね、こちらの究極レインボー非常に楽しい塗料でした。やっぱりね、普段からこうやってキャンディー塗装ばっかりやってるんで、こういうテカテカキラキラした塗料めっちゃ好きなんですよね。ただ既存のガンプラのどこに使おうかなっていうのを考えたら、単影ガンダムの羽のパーツとかデスティニーガンダムの羽のパーツとか結構使いどころ限られちゃうと思うんで、なんか適当なプラモデル捕まえてきてお前を虹色にしてやろうかっていうぐらいの考えでいかないと、なかなかこの塗料を使っていくの難しいかもしれないです。値段も値段ですしね、なかなか使うの度胸いると思います。この動画見て究極レインボー気になったよっていう人はぜひ下の概要欄にリンクが貼ってあるかもしれないんで、そこから購入してもらえたら嬉しいかもしれないです。ってことで動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに関する役立つ情報や全塗装動画をアップしております。普段はあんまり外に行ったりしないんでね、今日の動画は結構レアですよ。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ただ塗装するだけなんで10分ぐらいの動画になる予定でしたけど、多分結構長い動画になっちゃったような気がしますね。ただここまで最後まで見てくれた皆さん、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。